ご視聴ありがとうございます。今回は新たな役目を得て活躍する路線のご紹介です。なぜか賑わう途中駅と見どころ満載の終着駅の模様を解説します。遅延と停車の理由とは一体何なのでしょうか。ここは台湾最大の都市台北の中心駅、台湾鉄道の台北駅です。ここには地下鉄などの駅も近くにあるものの、台湾鉄道の駅は建物も立派で、真ん中には超巨大な吹き抜けがあります。台湾鉄道は、台湾全土を環状に結ぶ路線を中心に、複数の路線を抱える組織です。私がここから向かうのは、台北駅から一般列車で50分ほど、台湾北部の瑞鳳駅です。この駅で列車を降り、平京線の正東行きに乗り換えます。台北駅からしばらくは地下線で、台湾高速鉄道の起点でもある南港駅に停まります。台北中心部の地下区間を抜けて地上に出ると、沿線にはのどかな雰囲気が漂ってきます。瑞鳳駅に到着です。近代的な見た目の車両の傍らでは、小型のディーゼル機関車が入れ替えをしています。そして、本線を走り抜けていった貨物列車の先頭はディーゼル機関車。この区間には速達列車も運行されており、車両も種別も多種多様です。ここで私が乗り換える列車がこちら。先頭が黄色とオレンジの警戒色というド派手な組み合わせが目を引きます。この車両にはステップがあり、バリアフリー対応ではないです。車内は混んでいるのでまだ映していませんが、ロングシート主体で乗車人数優先の仕様になっており、私が乗ってきた車両とは違います。そしてこの台車、日本でも見かけるボルスタレス台車です。これは、部品を減らすことでコスト削減とメンテナンスの軽減を目指した台車です。そう、この車両はバリバリの日本製。大手メーカーの一角、日本車両製造が製造した車両です。運転台は車体の左側に寄っているので、場所が空いていれば前面展望は非常に良好です。ちなみに、車両の端の扉はボタンで開けます。この列車の発車時刻は10時5分。ただし、発車案内表示器には15分遅れの文言が。前方の信号は青信号ですが、あれはこの列車に対するものではありません。遅れの原因となっていた列車が通過です。あれは、台北方面からやってきた特急、新自強号です。日本の日立製作所が製造した車両で、それまでの自強号よりもデラックスなので、新の字がついています。台湾の鉄道では、日本製の車両が結構多く走っています。まもなく発車です。路線図を見ると、平京線は川に沿っているのがわかります。また、正式な起点はここから2駅隣ですが、手前の区間にも平京線の赤線があります。路線図の左側には、別の路線もあります。発車ベルの音に見送られ、定刻より15分遅れて発車です。ドアは日本で一般的な引き戸ではなく、車体の外側に開くプラグドアです。補強を減らせるので一般的なドアより軽量化できること、車内空間などを広めに取れるメリットがあります。車両も個性的な平京線ですが、路線もそれ以上に個性的です。ここから先に行く前に、平京線の概要と歴史、運行形態をおさらいです。平京線は、瑞鳳駅の2つ隣にある三丁嶺駅から正東駅までを結ぶ全長 12.9 キロの路線。三丁嶺が始発終着ではなく、瑞鳳駅まで運行するのが基本です。さらに、反対側の新王線や台北方面の駅との直通運転が行われており、平京線内で完結する列車はありません。この路線が建設されたのは、1921年、大正10年7月。日本統治時代の台湾で有数の単連だった西東港の開発のため、台湾の企業が建設した専用線でした。その後、トンネルの一部の地盤が悪いなどの理由でルートが変更され、全線が開業したのは、1923年1月のことでした。1929年7月には台湾総督府に買収され、同年10月より、平京線としての営業が始まります。終点の正東駅は台北中心部から意外と近く、台北メトロの駅と10キロ強しか離れていません。ここに線路を敷く構想も何度か提案されています。
これは日本統治時代の1920年代だけでなく、それよりずっと後の1990年代にも提案され、行政レベルでの調査も行われています。ただし、山がちな地形のせいで建設費がかさむことなどが原因で、結局実現していないです。1980年代、炭鉱の閉鎖や人口減少などの影響で、平京線は営業赤字に転落します。台湾の環状路線の一部をなす路線、宜蘭線でも、瑞鳳駅を出ると沿線には山が広がり、人口密度は低いです。もっと深い山の中を走る平京線の業績が回復する見込みは薄く、台湾鉄道管理局は路線の廃止を計画したものの、地元住民の積極的な努力により、廃線を免れています。平京線には、新自強号のような座席指定列車はありません。そればかりか通過駅のある列車もなく、すべてが各駅停車。区間車というのが、日本語ではおおむね各駅停車に対応する名称です。瑞鳳駅から2駅目、三町嶺駅に到着です。この駅は線路の両側にホームがある、シンプルな構造の駅です。片側を崖、反対側を台湾有数の河川であるキールンガに挟まれているため、ホームの幅は狭いです。駅周辺の賑わいが限られていることもあり、区間車以外は止まりません。また、列車が折り返せる引き上げ線もないため、ここで折り返すには本線を塞ぐしかありません。それではダイヤ乱れの原因になるほか、私が最初に乗った列車のように、台北方面から来た列車には瑞鳳駅で折り返すものもあるため、乗り換えが増えて不便です。そうした理由から、平京線の列車を瑞鳳駅まで直通させ、同じローカル支線である新王線と直通させる運用がメインになっています。ちなみにこの新王線、かつては太平洋沿いの海岸を走り、さらに先まで伸びていました。89年8月に全線の旅客営業が、2007年9月には途中の新大駅までの貨物営業も廃止され、全線廃止となっていました。末端寄りの区間では道路整備のために線路が剥がされたものの、その後2014年1月、新たにできた博物館のアクセスのために新駅ができることになり、一部区間で旅客営業を再開したという珍しい歴史の路線です。そして、折り返し列車が停車している間に出される煙と騒音が周辺住民から不評だったため、急遽 0.4 キロ先の八都市駅跡で折り返すことになりました。八都市駅では2016年にホームが新たに設置され、旅客営業を再開しています。ロケーションの良さから観光客に人気なこの駅、4月頭から整備事業のため休止中で、来年3月に再開予定です。私が乗っている列車も瑞鳳駅が始発ではなく、八都市駅から来た列車です。平京線絡みの列車は、基本的に瑞鳳駅の一番端のホームを発着します。また、台湾鉄道の信号システムなどの関係なのか、速達列車が遅れているからといって、区間車を先行させるのは難しいようです。今回、この2つの列車はお互い接続しないので、瑞鳳駅をどちらが先に発車しても問題ないのですが、区間車は遅れている新自強号を延々待つため、15分の遅れが出ました。ハード面、ソフト面の事情から、平京線などの区間車には遅れが出がちです。ダイヤが乱れている時は平京線の優先順位が低いため、三町嶺駅の横の合流部分などでも、遅れている速達列車を10分近く待つこともあります。三町嶺駅を発車です。ここから車窓に戻り、炭鉱輸送の役目を終えた平京線の今に迫ります。メインルートである宜蘭線から離れます。この駅は、駅の近くで川を渡れないため、列車以外で行くには、平京線沿いの歩道を歩くしかありません。平京線の線路もほどなくしてキールンガを渡り、進行方向右側に急流が見えます。この川は流れのきつさで知られ、台湾の保津峡とも呼ばれます。建設当初の目的であった炭鉱はすでに衰退してしまいましたが、台北からもアクセスしやすい利便性と風光明媚なロケーションで観光需要を取り込んでいます。一方、災害対策には力が入れられており、カメラを駆使した災害監視システムらしきものもあります。また、台湾鉄道は全線で IC カードが利用でき、平京線のような支線も対象です。小銭の両替に時間がかかるようなことはなく、とっても便利です。進行方向右側で線路に並行する吊り橋が、この近くには十分幕府という滝があります。
台湾最大の幅40メートルの滝で、台湾有数の景勝地として知られています。そして平家線の今を最も象徴する場所が、この先にあります。山と川ばかりの景色は一変し、線路脇には道路、そしてお店が並びます。お店のテントが線路に近いですが、それだけではありません。列車にカメラを向ける人がちらほら。何かあるようです。ここからほどなく、次の10分駅に到着です。ここは平家線で唯一、上下の列車が行き違いできる駅です。ホーム2つ、線路3本の構造で、駅舎は反対側のホームにくっついています。ここからだとよく見えませんが、真ん中の線路は錆びついており、列車が来ることはないようです。多くの観光客が列車を降ります。ここまでの車内は座席が埋まっており、立っている乗客もいたのですが、大半の乗客が降りるためここでガラガラになります。この駅では、タブレットの交換が行われます。日本では見かける機会が減ってきたのと同じく、台湾でも珍しくなりつつあります。また、駅の手前には腕木式信号機が。これは信号機の上の部材をワイヤーで引っ張って位置を変えるもので、オレンジのところが横向きなら停止、斜め下なら進めます。右上にはライトがあり、夜でも普通に使えますが、一般的な信号機に置き換えられ、数を減らしています。路線の役割は変わっても、こうしたアイテムはまだ残っています。一方、ホームには LED 式の発車案内表示器が整備されています。IC カードが使えることと合わせ、ローカル線でも旅客サービス向上が進みます。構内踏切は大渋滞。ここには駅員により IC カード読み取り機も増設されていたっぽいですが、これだけの乗客をさばくには許可が足りません。対向列車をこれ以上遅らせないため、一旦乗客を止めて列車を出します。そして線路の前方で風船のようなものが空へと舞い上がります。これこそが10分、そして平家線名物のランタン揚げ。もともと台湾の旧暦の元宵節を祝う行事が由来ですが、現在では平家地域全体で一年中ランタン揚げが体験できます。大きなランタンに願いを書いて空に飛ばします。10分はランタンの故郷と呼ばれ、元宵節のお祝いでランタンを飛ばし始めたのが10分の住人だったと言われています。台湾でも線路内の立ち入りは規制されていますが、10分周辺ではかなり多めに見られています。日中の列車が1時間に1本のローカル線だからこそでもあります。市場のあたりには人が通りやすいよう平べったい石が置かれた場所もあります。なお、線路脇の柵は意外と新しめ。今から8年以内の間に設置されたものです。市場の周りには回転式の警告灯があるものの、警報器のある踏切が少ないです。音がよく聞こえないこともあり、観光客がギリギリで線路から離れることが多いです。1時間に1本の列車は観光客の人気の的で、先頭からかぶりつくとカメラを構えた観光客に出迎えられます。乗っている職員が手を振って答えることもあり、とても平和な光景です。炭鉱の衰退で貨物輸送が役目を終えた後、平家線は台湾屈指の人気ローカル線として新たな役目を担っています。2013年5月からは平家線と江ノ島電鉄との1日乗車券の交流が始まっています。使用済みの1日乗車券を相手先の路線に持参すると、その路線の1日乗車券が無料でもらえるというサービスです。翌年7月には台湾観光協会や江ノ島電鉄などの4社が観光促進協定に調印するなど、新たな展開も見えています。なお、序盤でしれっと通り過ぎた瑞鳳駅と三長嶺駅の間にある駅も同じです。周辺の炭鉱からの石炭の積み出しで賑わいましたが、炭鉱閉山後は廃墟となっており、車内からも古い施設が見えます。ただし、近年ではそうした施設の一部が観光スポットになったことや、一帯に多く住み着く猫目当てに来る観光客が増え、観光地として再注目されています。10分駅を出発です。終点の正東駅へ向かいましょう。キールン川、
10分駅の手前にあった吊り橋のところで進行方向左側に移っています。途中駅でも乗客がどんどん降りていき、車内は寂しい感じになっていきます。路線名にもなっている平家駅では、ハイキングをするためとおぼしき利用客もいますが、10分駅に比べて乗降客数が少なめです。路線の性質が変化した今、わかりやすい名所がある10分駅が圧倒的に利用客を集めているようです。ちなみに平家駅では、かつて上下線の列車の行き違いができたのですが、後に線路が1本剥がされ、跡地にホームがもう1つできました。ただし、私が見た時は駅舎と反対側のホームのドアは開かず、常に同じ側からの乗り降りになっていました。増設したホームは構内踏切を通らないと駅舎と行き来できないので、結局使い勝手が良くないようです。10分駅からおよそ17分、終点の正東駅に到着です。進行方向右側には線路が分岐。ただし表面は錆びついており、周りは草だらけ。大半が本線と切り離されています。線路の上を覆うように設けられた古い設備も見えます。足元に注意しながらホームに降ります。車両の奥にも似たような設備がもう一つあります。正東駅は1929年に開業した駅で、あと数年で開業100周年を迎えます。台湾では日本式の木造駅舎は数えるほどしか残っておらず、この駅舎はその一つです。修復工事も行われ、状態はとても良いです。駅舎には当時の遺構が記された案内板があります。これは蒸気機関車に水を入れるための設備。駅の一角にはかつて使われていた機器類も置かれ、昔を偲ぶことができます。ホームと反対側の線路の上にある遺構の中には下まで入れるものもあり、真下から観察できます。左にある柱には竹筒のようなものがくくりつけられ、風が吹けば音が鳴るようです。天井にある穴の内側には草がびっしり生え、時の経過が伺えます。この設備、勾配状というらしいのですが、何のための設備なのかがいまいち不明です。詳しい方はコメント欄に。駅の先にも保存車両があるなど、見どころは尽きないです。なお、車止めの先より奥は駐車場で、線路は地面に埋まっています。こういうところが、田舎の廃線っぽいですね。そしてホームの真向かいにある設備の上には、何やら屋根付きの建物が。コーヒーの文字もあります。そう、ここはコーヒーなどがいただけるお店になっており、開放的で風通しの良い場所でのんびりできます。また、もちろん正東駅を見下ろすことができ、駅や付随する施設を真上からじっくり観察できます。駅の周りの規模は10分より小さいらしく、まるで箱庭のようです。先ほど下に入った設備も横から観察できます。上に出っ張っている門型の部材の正体が気になります。メニュー表には、お店と一緒に映る平京線の車両、そして平京線の車両とランタンが描かれています。折り返し列車が到着です。私が乗ってきた列車よりも1両多い4両編成での運行です。周りが賑やかだった場所ではあまり意識していませんでしたが、排気の騒音がすごく、新王線で品縮を買った理由がよくわかります。車両を見下ろす位置なので余計に大きく聞こえがちなのはありますが、これが家の近所に止まっていたら確かに困ります。時刻表は平京線と新王線がまとめて表記されています。1時間に1本しかない路線なので、乗り遅れないように列車に乗り込みます。台北からのアクセスも良いこの路線。10分でランタン上げするだけでなく、正東まで足を伸ばし、その歴史と今を感じるのも楽しそうですね。ご視聴ありがとうございました。